織田信長だ。今日は組織を腐らせる聖域の話をしよう。どの会社にも役所にも学校にも、一つはあるだろう。あそこは古な。昔からこうなんだで守られた。沼みたいな部署や制度だ。ああいう場所は比叡山より立ちが悪い。見た目は立派だが、中身は惰性と既得権でパンパンだからな。まず勘違いするなよ。聖域を守ること、安定ではない。聖域を放置すること、ゆっくり組織を殺すだ。俺が天下不武を掲げた時、一番の敵は他国の軍勢じゃない。変化を拒む身内の空気だった。今のお前らの職場も同じだろう。会議で改革案を出せば、必ずこういう奴が出てくる。前例がない。リスクが高い。現場が混乱する。よくそんな薄っぺらい槍一本で、この乱世を生き残れると思ったな。と俺なら切り捨てる。ではどう壊すか。順番を教えてやる。第一に、何を守るための聖域かを数字で暴け。感情論で突っ込むな。この部署を維持するために、毎年いくら燃えているか。この意味不明な手続きに、社員が何時間とかされているか。俺なら検知する。土地を測ったように仕事を測れ。測れない仕事は大抵聖域の温床だ。第二に、聖域のボスをあぶり出せ。組織の海は人に宿る。制度そのものが悪いことは少ない。必ず、この仕組みで絵をしている顔がいる。古参の幹部、口だけ達者な専門家、労組のボス、あるいは、俺がいないと回らないと思い込んでる中堅だ。そいつらを敵と決めろではない。もっとえぐい。味方に取り込みつつ、退路を立て。俺は有能な敵は殺さず、先にポジションと成果目標を渡した。やってみせろと。できなきゃ首を切る口実ができる。第三に、破壊の後の地図を先に見せろ。日本の改革が下手なのは、壊す話しかしないからだ。比叡山焼き討ちも、ただの殺戮なら俺はやらない。あそこを潰すことで、軍事と経済の動脈を抑えるビジョンがあった。お前らの組織改革も同じだ。この部署を潰す代わりに、売り上げを何年でいくらのバス。この規制を緩めて、どんな新しい事業を何ぼむ。ここまで描けないなら、聖域に手をつける資格はない。第四に、痛みの配分を先に決めろ。聖域壊しで一番揉めるのは、痛みの押し付け合いだ。経営陣は、現場の努力不足。現場はあがなにも分かってない。どっちも似たようなものだ。俺ならこう言う。まず上から切る。安土城でも、まず家臣団の特権を削った。赤い書を潰した時も、絵していたのは権力側だ。トップが自分の聖域から差し出さない改革は、誰も本気にしない。最後に、これが一番大事だ。聖域を笑いのネタにしろ。タブーは、恐れるほど強くなる。俺が自分を第六天魔王と名乗ったのも、恐怖を自分でネタ化して支配したからだ。お前らも社内でこう言ってみろ。うちの会社の比叡山ってどこですかねと、笑いながら確信をつけ、場の空気を割るのも、リーダーの仕事だ。聖域を壊すとは、誰かをいじめることじゃない。組織の未来のために、触れてはいけないことにメスを入れることだ。嫌われる覚悟もないのに、改革リーダーを名乗るな。好かれたいなら、宴会幹事でもやっていろ。俺は天下を隠りたかったから、寺も城も旧体制も遠慮なく壊した。お前は何を隠りたい？出世か、売上か、組織の延命か。それを決めてから、壊す場所を決めろ。目的な気破壊はただの暴走だが、目的ある破壊格と呼ばれる。さあ、自分の組織の比叡山を一つ、紙に書き出してみろ。そこからが、お前の天下不武だ。